日本に憧れて日本に住む韓国人がいます。でも、韓国人全員が帰らないわけではありません。では、日本に残る韓国人と帰国する韓国人、その違いは何でしょうか？実はこれ、日本語能力でもありません。学歴でもありません。年収でもありません。同じ会社で働いて、同じぐらい日本語を話していても、日本が第二の故郷になる人と、もう韓国へ帰りたいとなる人がはっきり分かれるんですね。僕は日本にもう10年近く生活していて、何百人もの韓国人留学生や韓国人社会人を見てきました。今日はその人たちに共通していた5つの違いを紹介します。まず一つ目はですね、韓国コミュニティに依存する人ほど帰国率が高いということです。これ驚くぐらい当てはまるんですけれども、韓国人が日本の東京に住み始めると、必ずと言っていいほど向かう場所がありますね。そこは新大久保です。韓国スーパー、料理店、美容室、教会まであります。だから日本にいながらも韓国だけで生活ができてしまうんですね。僕も最初はそうでした。韓国語だけ使ったりとか、僕の周りに韓国人しかいない環境になったりとか、これは僕にもちょっと事情はあったんですけれども、ある日気づいたんですね。日本に住んでいるのに、この日本人の友達がなんか数人しかいなかったわけなんですよ。僕も努力をしなかったわけではなかったんですけれども、なかなか友達が作れなかった時期があったんですね。一方で、同時に大学時代に日本人のコミュニティに入れた韓国人留学生仲間がいて、彼らは違ってましたね。例えば、もう昼休みも日本人、飲み会も日本人、もちろんその子たちは最初大変なんですが、多分半年、1年、2年ぐらい経つと、その子の日本語能力ってすごい上がって、本当に日本人みたいに喋れるんですよ。だから空気の読み方、仕事の進め方、ほうれん草とか、お疲れ様ですのタイミングだったりとか、これ日本語の教科書には載っていない日本っていうものが自然に身についていくんですね。だから彼らと僕の日本レベルの差っていうのは違っていくわけですし、例えば日本の職場で働くになっても、彼らっていうのは当然有利になっていくわけなんですね。だからこういった違いというのがまず一つ目に出てきます。二つ目はですね、サービスに感動した人は変える、ルールに適応した人は残るっていう話です。これは外国人みんな多分そうだと思いますが、日本に来ると感動しますよね。コンビニの店員さんがものすごく丁寧ですと、電車1分遅れただけでアナウンスしていると、そこまでやんのって思うくらいですね。これ旅行者目線じゃないですか。でも日本に住むと一気に変わりますよね。自分はお客さんではなくて住民になるのですね。ゴミの分別、自治会、健康保険、年末調整しなさい、住民票を取りなさい、マイナンバーとか、自転車のルールだったりとか、こういったことにやはり疲れてしまう外国人、韓国人っていうのは少なくないですね。例えばルールが細かすぎるとか、自由がないだったりとか。これは多分合う合わないの話だと思うので、合わない人はやっぱり帰国してしまいます。逆に日本に定着する韓国人はおそらく考え方が違うんですね。このルールがあるから日本は快適なんだってだったり、これは日本人が守っているものなんだからやるしかないよねっていう当たり前に受け取っている。このような考え方になると、逆にストレスも減りますよね。だからこれはちょっとね、合う合わないがあると思っていて、合う人はやっぱり残っちゃいますね。合わない人変える。3人目は、韓国、母国と比較する人ほど苦しくなるってことです。やっぱりね、日本に住んでる韓国人って、ほとんどが少なくとも高校生までには韓国に住んでいたんですよ。それは20年近くに韓国に住んでいたっていう話です。だからですね、無意識中にですね、韓国での感覚が、その基準となるんですよ。例えば、韓国ならもっと早い、もっと安い、韓国ではこれが普通なのに、的な考え方になるんですよ。その人が、その悪意を持って言ってるというよりかは、あんまりにもこれが慣れてて、その体が拒否反応が出てしまうんですね。多分生理的な話なんだと思います。でも、これがですね、毎日のように続くとですね、日本で生活することが苦しくなるんだというふうに僕は思うんですよね。逆にですね、韓国人が日本に住んでいて、韓国に帰国した時に、日本ならこうなのにと考え続ける人もいて、これもやっぱり苦しくなるもんだと思うんですよ。つまり問題っていうのは、僕が思うに、日本が問題とか韓国が問題ではなくて、
て、比較する癖の方が一番問題なんじゃないかなというふうに思うんですね。一方で、僕が思うに韓国人で日本に長く住んでる人は、おそらくその無意識中に比較する相手がいるんじゃなくて、自分と比較してるんだと思うんですね。日本語が話せるようになった、行きつけのお店ができたとか、コンビニで雑談できたみたいな、昨日の自分より成長したとか、昨日の自分より少し楽になったみたいな、そう考える人は日本での生活に慣れていく、適応ができるようになって、どんどん面白くなっていくんだというふうに思うんですね。で、4つ目ですね。韓国では正しいが、日本では強いとは限らないということです。これね、日本の皆様には、慣れない韓国文化なのかもしれないですけども、韓国ではですね、イメージ的にはアメリカのように、自分の意見を素直に共有すること、はっきり言う方が高く評価されますね。例えば会議でも大学でも友達同士でも、それ違うんじゃないのとか、僕ならこうするよみたいな、あなた今何なのみたいな、例えばあなたダイエットしないのとか、この会社行った方がいいよみたいな、こういった会話がさりげなくあるんですよね。これが、韓国っていう環境では自然な会話なんですよ。でも、一方日本に来ると違うんじゃないですか。ちょっと丸く言ったりとか、その相手の気分を考えて話したりとかするんですよね。これは日本では多分正しいことを言うだけでは足りなくて、相手との信頼とか関係とか、この場の雰囲気だったりとか、今このタイミングで話すべきなのか、そういうことまで含まれてますよね。この違いっていうものは、やはり誰かが言ってくれたりとか、教えてくれたりするものではないので、最初はちょっと誤解がたまるんですよね。もう日本人なんで本音言わないのみたいな考え方なんですよ。でもこれを理解できた人と、これ日本の皆さんがこういう考え方をしていて、このような進め方をするんだっていうことを理解して受け入れられる人は、日本に残るようになって、一方でなんで日本の皆さんはこういう考え方なのかなみたいな方はやっぱり苦しくなりますね。で、最後5つ目ですが、日本を好きになった人ではなく、日本人を好きになった人は残りますね。これ、例えばですね、J-POP が好き、アニメが好き、東京が好き、日本旅行が好き。で、これだけで日本に来る、日本に住む外国人って意外と多いんですね。でも、やっぱり旅行と生活全く別ですよね。役所、病院、会社で働くとか、毎日で満員電車に乗るだったりとか、好きだった日本というのと、暮らす日本というのが別の顔を見せてくるんですよね。このギャップが、時には苦しませることもあります。一方で、日本へ定着する韓国人には、いくつか共通点があるかなと思っていて、もちろんそれは日本という国が好きになった人もいれば、その上に日本人を好きになっている場合が多いかなというふうに思っています。例えば会社にお世話になった日本人先輩だったりとか、困った時に助けてくれた近所のおばあちゃんだったり、アルバイト先の店長とか、野球サークルの仲間だったりとか、そういった日本人一人一人との思い出が日本という国での生活の愛着を持たせるんじゃないかなというふうに思うんですね。ここのつながりができると帰国する理由が減っていくと思います。やはり今まで話してきた通り、僕が思うに、日本生活を長く続ける外国人っていうのは、日本語がお上手とか、学歴が高いとか、その年収がいくらだとか、そういった話ももちろんあるかもしれないですが、日本をどう見るか、日本人とどう関わっているかっていうのが、やはりあるんかなというふうに思うんですね。この異文化っていうのを違うから面白いと考える人は長く残れて、なんでこの文化はあるのっていう方はおそらく大変なんじゃないかなというふうに思います。僕自身もね、正直に、日本に来て自分と合わないなっていうところはいくつかあるんですけれども、それにしても自分が好きな方がいっぱいありますし、好きなものもあれば、その裏側としては合わない方もあるんじゃ、それは当たり前じゃないかなって思いながら、日本に住んでいます。もちろん韓国でも、韓国で合う点合わない点があったりするっていうのが僕にはありますね。はい。ということで、もし皆さんの周りに韓国から来た韓国人がいれば、もしくはその外国人がいれば、ぜひ
優しくしてあげてください。その人が変な人じゃない限りは優しくしてください。多分その人っていうのは、こうやって皆さんと一人一人出会ったことで、この強いつながりができて、それを理由に日本に長く残ることも全然あるというふうに思ってるんですよね。皆さんもおそらく日本には、その日本人と調和ができる外国人と一緒にいたいな、だったりとか、その共同体として一緒にこの日本生活を盛り上げたいなっていう考え方あると思うんですよね。そのためには多分日本の皆さんの周りにいる外国人、その中でも本当に迷惑かけないできちんと生きている外国人にちゃんとやってあげたら、その人たちだけが多分残るんですよ。だから皆さんもぜひ良い関係、そして良い日本、そして良い人生を作っていきましょう。はい、すみません。以上パックンでした。アニョン